さあ、東京モーターサイクルショーの初日、はい、ヤマハのブースに来ております。はい、こちらではですね、今125と150をですね、各ラインナップ、はい、参考出品ではありますが、そうですね、カラーバリエーションも多く、たくさん来ておるので、今一挙にねバーッとこう、ちょっと説明していっちゃいますけど、紹介していきます。まず MT125 というネーミングになります。早速またがっていいですか。はい、どうぞ。どんなにね手軽に乗せていただけるか、ちょっと壇上のものなんで、あんまりねがっちりとは動かせないんですけど、いやそれは山足のかかとぺったりはいかないけど、でもねこのポジションすごいこじんまりしてて、これは 125cc として本当にね街乗りを便利に走れると思いますよ。じゃあちょっと、はい、身長160センチの小鳥ちゃんもまたがりしてみます。お、軽い。軽いね。スタンドからの引き起こしがすごい軽いですね。MT シリーズは、MT25 と MT3 を、以前乗ったことがあるんですが、どちらもネイキッドでポジションもあとは走りやすさもあったモデルで、さらに街中重視で多分出てきたモデルだと思いますので、これなんか街中で見かけることが、もし販売されたら増えるんじゃないかなって思います。ヤマハさんの、今回ねカラーリングのバリエーションはみんなねすごくおしゃれだし、はい、アクセサリーがですね今回はこのついた塩が置いてあるというね、アクラボビッチのマフラーがついている。でタンクパッド、スタンダードバージョンがこっちになるのかな、はい、こっちですかね。マフラースタンダード、このねフレーム形状とかもスタンダードですけど、はい、でもカラーリングだけはやっぱりね、結構奇抜ですよね。そうですね、最近ヤマハさん、ちょっと他のメーカーさんにないカラーリング、そうですね、以前シアンカラーとか出した時も思ったんですけど、でも写真より実写の方がめちゃくちゃかっこいいので、これは実物見てほしいです。はい、今回ねホイールもねフルペイントになってるしね。はい、さあそしてこちらが、はい、こちら見るとね、こちら YZF-R125、YZF シリーズの一番古文、弟分になりますかね。そうですね。でアクセサリーキットがついているので、はい、後ろのねシートバッグとか、スマホケースがついておりますが、はい、すごいのはこれ動きやすい、すごいのはR125、125なんだけど、このデザイン、顔のデザイン、R シリーズの兄貴分と劣らない R7 顔って言われてましたっけ、確か。もうねアクセサリーは除いたとして、はい、やっぱり、これを見ると、スタンダードを見ると、スーパーバイクそのものの、スーパーバイクそのもの、そうだね、パッとこうやってねまたがって目の前にしてみると、R7 かなってちょっと思うところが、ちょっと離れたところ走ってたら、って普通にスーパーバイクが走ってったなって思います。そうね、ちょっとまたがっていいかな。はい、125でしょ。はい、こっちは15です。なのでこれは15だ。そう、R15、ここだけ 150cc があるんですよね。そしたらちょっと2人同時にまたがって、こっちが125、こっちが15です。はい、これちょっとね迫力ありますよ。さあまたがってみるよ。じゃん。R7 譲りの若干腰高感で、ステアリングは低い感、だけどさすがに R15 だとつま先の腹は十分つくから、スーパースポーツっていう乗りで 150cc クラスだとこれは乗りやすいと思う。 R7 やっぱりもっとかなり腰高感あるけど、結構前傾姿勢になりますね。でもね前傾姿勢はしっかりしてるよ。これ 150cc なのに結構本気なスーパースポーツっていう雰囲気があるので、これはこれでね、このデザインが好きな人はいいかも。でそして今小鳥ちゃんがまたがってるのが R125 で 125cc の方なんですけど、同じ 125cc でもやっぱり MT と比べると、多分エンジンは一緒だと思うんですけど、しっかり前傾してスーパースポーツの雰囲気をしっかり出してますね。同じなのかな、じゃあ雰囲気は。ちょっとあれ、またがって、そう前傾具合が一緒なのか、150と125で一緒なのか。結構スーパースポーツしてるよねって思いだってね。ちょっとじゃあよくそこ足いったね。足長いんでさあ乗ってみる。はい。こっちの方が足つきがいい。こっちの方が足つきちょっと厳しいプラスでしょ、車重感と前傾が気持ち、やっぱこっちの方があるかもしれないです。R125 の方が両足かかとまでべったりつくし、ステアリングの高さもそこそこ高いかもしれない。要は
見かけこそスーパースポーツだけど街中を全然楽に走れるスーパースポーツな雰囲気、はい、だけど R15 は R7 譲りの結構しっかりしたスポーツバイクだよね。そうですね、足つきもやっぱりこっちの方がシート高が少し高めなのと、車格がちょっと大きく感じるかな、と重さがやっぱり大きく違いますね。でもここ、目の前見た感じとかも、なんか R7 乗ってる感とかあります。あるよね。普通に SS 乗ってる感を、街中で、一応 150cc だとこっちだとギリギリ高速道路も走れると思うんですけど、スーパースポーツ感がバチッと出てます。あとね、多分前から見たデザインが絶対このスーパースポーツの顔してますよね。そう全然こういう目と口がね真ん中に開いてて、近頃のね、R6、R7、まあその辺のね、R25 との流れだけど、これ意外としっかりとしたスポーツバイクっぽいんで、俺サーキット持ってってみたい。結構楽しいんじゃないかなと思いますよ。ショートコースとか走ったら結構楽しめそうですね。そう、やっぱ馬力もそれなりにね、150cc、125より上の 150cc だと高速乗れるとか乗れないとかじゃなくて、そういうねパワー感で楽しめるかもしれない。じゃあ次はクラシカルな XSR シリーズの方に行ってみましょうか。これもね、これもちょっと楽しみではあったし、まずネオレトロ雰囲気、XSR、読み方はこちら XSR125 です。そうなんでね、ここだけはですね日本読みで125という風に呼んでおりますが、あくまでもこれも参考出品ですが、こっちがアクセサリー装着車、そしてこっちがスタンダードで、どっちから行ってみる？そしたらスタンダードの方から行きましょうか。スタンダードでもね、スタンダードのシートがすごいスタンダードなのにもうすでにフルカスタムみたいな、カラーリングでしょ、そしてシート感でしょ、で XSR シリーズもやっぱり大排気量になるとちょっと腰高感が、足つきがね、結構厳しいかなと思ってたんだけど、さあ125だと、どうなるのか、この雰囲気で街中をどうですかこれもね意外と足つきで、意外と腰高意外と腰高よ。だけど125になるとやっぱりつま先の両方腹がつくので、俺は小鳥ちゃんでもこれは大丈夫だと思う。だけど街中を乗るのにバーハンドルでね開いてるんですよ。だからねちょっとなんだろう、昔のネオレトロなクラシックなスタイルよりもちょっとねストリートファイターっぽい雰囲気でちょっと乗るような感じ。足つきはこんな感じ。これね小鳥ちゃんやっぱりまたがってみたいと思う。またがった時の雰囲気ね、125cc だよ、全然車格大きく感じる。大きいですね。あとちなみに私 YZ シリーズと MT シリーズは結構各種試乗してきたんですけど、XSR シリーズは初めてなんです、またがり自体。雰囲気はね400とか500に感じる。確かにでしょ。125に思えないです。この車格とシート高とこのシートの作り込みとまたがった時小柄感がないですね。全然ないです。結構ビッグバイクに乗ってる雰囲気、あります。ビッグネイキッドに乗ってる雰囲気があるよね。25よりも大きいな。400は最低でもあるような感じがしますね。気がする。さあ俺、この足つきをカスタムシートになるとどうなるのか、そんな変わんないかな。でもなんかそっちの方がえぐれてるように見えますね。こっちのがよりカフェレーサーっぽい雰囲気のシートがついているのでまたがってみます。どうですか。こっちのがこれもね、いやこれも基本的には同じです。だけどシートはだいぶえぐっているので、ちょっとね腰がね後ろの方に引かれるんですよ。そうすると少し前傾姿勢取るのでやっぱりこっちの方がカスタムっぽい。だけどこれだったら俺はステアリングをねもっと低いバージョンとかちょっとカフェレーサーとしてちょっと攻めたポジション、そう欲しいかなと思う。シートをえぐった分ちょっと後方に乗車位置がいくので、ちょっと前傾が捉えるんですよね。ある意味イメージが違うんだけど、でもやっぱり車格はね125以上、250いや400から 500cc はありますよね。400から 500cc のバイクに乗ってるという感じでね、そんなちょっとこれ乗ってみて。こっちの方がよりやっぱりカスタムっぽいよ。なんだろう、カスタムパーツがこうすでにたくさんラインナップされてるのがすごいです。
こっちの方が私シート角張ってるんで、125なのに両足つかないです。あ、そうかそうかそうかここのシシートがートは落としてるんだけど足がちょっと横に開くんだよね、横に下にスッと落ちないので、これ125と思えないすごい。でこのビキニカウルがついて、なんだろう、このタンクパッドの形とか、確かに丸山さんのおっしゃるようにカフェレーサースタイルでガチッと楽しむんだったら乗りにくさは出てきてしまうんですけど、もうちょっとこう落としてね、落としてザ・カフェレーサーってしたい気持ちは分かります。そう XSR カフェレーサーを乗ってる雰囲気に自分で思い通りにカスタムしていくのもいいかなっていう、ただスタンダードがね、俺は車格的になんか一つ大きな、ビッグネイキッドを乗ってる雰囲気がするので、これはこれでありだなと思います。今回、ヤマハさんのブース、要は125から150あたりをフルで、でも参考出品なんですよ。あくまでもこれから販売するかどうか、そしてこのカラーリングが出るかどうかっていうのは参考なんですが、でもちょっとたくさんのバイク乗りを呼び込みやすい。そうですね、125、150っていうちょっとこうスタートとして手に取りやすいのをラインナップとして増やしてきた。それもスクーターではなくミッションバイクっていうところが、新しい層を取り入れられる、いいなんかこうステップアップとしてちょうどいい、でもかっこいいのと、それなりの車格雰囲気が出てるってところが私的に今回すごい突き刺さりました。そうだね。で俺は特にこの R15、これはね逆にモータースポーツの登竜門として、こいつに乗ったらね、ちょっとサーキットに行きたくなるようなテストしたいです、私も気がします。そんなヤマハさんのブース初日、東京モーターサイクルショー初日に来ていました。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。さらに MSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスター、そして番組制作スタッフも募集しております。また MSTV 制作委員会へのご参加、そして応援もよろしくお願いいたします。詳しくは詳細欄をご確認ください。